この動画ではここまでで作ったデータを整頓して使い回ししやすい状態にしたいと思います。現状をプレイしてみると、テンプレートとしてはカメラが寄りすぎな気がするので、キャラクターのブループリントを開いてカメラを選択、オーソウィズの値を2000にします。デリート。テクスチャーズフォルダの中で1枚画像のサンプル用で使った素材は必要がないので、コントロールを押しながら3つ選択して右クリックから削除、確認窓の下の削除を押します。削除時に削除されたいくつかのアセットがメモリでリファレンスされていますと表示される場合は、使用されている要素の中から取り除いた後、左上ファイルからすべて保存、環境を更新した後、コンテンツブラウザのコンテンツフォルダを右クリック、リダイレクタを修正を押して過去の因縁のようなものを解消します。なぜか削除できないものに関しては過去の記憶が消えないゴミとして残っている場合があるので、フォルダを右クリックからリダイレクタを修正で時々掃除をしておくと良いと思います。リダイレクタ後に消えないデータは PC の再起動後には消える場合があるので試してみてください。大幅にバージョンが違うデータを開いた場合にどうあがいても消えないものがあるので、無理やり大幅なバージョンアップをする場合はそういう可能性を考慮して臨んでください。使っていない素材が削除できたら T ホワイト16スプライトを S ホワイト16にリネームしてスプライツフォルダに移動します。ここまで作ったプロジェクトのバックアップを取りたいと思います。左上メニューファイルを選択、プロジェクトを ZIP 圧縮を選びます。自分の分かりやすいフォルダを選択して名前にアンダーバーテンプレート511と追加して保存。規模が大きいデータになるとこういう方法は取りにくくなりますが、データが小さいうちはこういうバックアップ方法もあるのと、ここから ZIP 化すると最低限必要なデータだけになるので、いろいろとごちゃついたデータを整理する際に一旦 ZIP 化してから解凍して使うのも良いかと思います。今回 ZIP 化したデータをダウンロードできるようにしておくので参考用として置いておきます。まとめ。ここまでの工程でブランクプロジェクトからテクスチャの読み込み、キャラクターの動かし方などの工程を踏みながら簡単なブループリントも触っていきました。 2D のベーステンプレートとしては UE4 の頃の 2D テンプレートの状態にはなっています。背景がないですが使わない画像があるとテンプレートとしては邪魔なので、ここまでが自力でゼロから 2D のテンプレートを作る工程になります。言われた通りに一度作っただけだとおそらく身についていないので、この工程を動画を見ずにやってみてください。わからない点は動画を再確認してわからなかった点をメモ、さらにその後メモだけを頼りに自分のオリジナルの 2D アクションゲームを作ってみてください。3回くらいゼロから作ってみると重要なこと、重要ではないこと、自分に必要なもの、不必要なものなどが明確になってくると思います。ゼロから作れるようになると公式のサンプルデータや有志で配布されているデータが理解できるようになり、学習効率が飛躍的に上がります。不明点などがあれば動画のコメント欄で質問していただければ分かる範囲でお答えします。またこのチャンネルの方針としては情報の発信をしてくれる人が増えることを第一目的にしています。初歩的な部分でのつまずきを減らすことで新しい情報が増えていくことを期待します。覚えたこと、気づいたこと、つまずいた部分、Twitter やブログ、YouTube などで共有していきましょう。次回以降の動画ではこのテンプレートを使って 2D の背景、3D の背景、タイルマップの背景の3本の動画が続きます。もうちっと